はい、ここまでのご視聴ありがとうございます。投稿者のタクと言います。今回はマグロユッケを作ってみました。どちらかというと動画の多くの部分がね、マグロの下処理になってしまったんですけど、でもやっぱり塩を振って余分な水分を抜くとですね、マグロの味が濃くなってとっても美味しいので、ちょっと手間と時間は増えるんですけども、やった方がね、美味しくなるのでおすすめですね。もちろん何も処理せずにも作ることはできるんですけど、ちょっとマグロユッケの場合はマグロの水分が多いとですね、タレと絡めるときに水分が出てうまく味がつきにくかったりもするので、ぜひやった方がいいかなと思います。
あとはですね、マグロユッケにしない場合とか、普通にお刺身で食べる場合とかでも、マグロの味が濃くなるので、基本どんな食べ方をするときにも、この余分な水分を抜く方法っていうのをね、使えると思いますので、ぜひ試してみてください。あとちょっと今回録画ミスがありまして、塩を振って放置して、その後の映像がちょっと撮れていなかったんですけど、塩を振ったマグロを冷蔵庫で30分ぐらい置いておいたら、その後ちょっとぬるま湯に塩を混ぜて、でそこでマグロを洗って、でそれで水をよく切るっていうところの工程がね、ちょっと動画に撮れていなかったんですけども、なんかこのやり方はね、スーパーの安いマグロとかも美味しく食べる方法としてとっても有名なやり方みたいで、調べてみたらね、多分 YouTube 上にもいろいろとやっておられる方がおられましたので、もし詳しく知りたい方はね、その他動画見てみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。味としては下処理をした甲斐もあって、マグロの味をしっかりとね感じられて、でそこに甘辛いタレとすごくよく合って美味しかったですね。今回具材はマグロと白ネギっていうとってもシンプルな感じにしたんですけど、この辺の具材はね、玉ねぎのスライスとか、自分の好きな具材でね作れるっていうので調整してもらったらいいんじゃないかなと思います。あとはですね、よくユッケダレのレシピを見ると焼肉のタレを入れてるものがあるんですけど、市販のタレの種類によって結構味が変わってくるんですけど、今回のレシピの場合そういったものは使ってないので、味がブレるっていうことが少ないのもね、いいところかなと思います。あとはですね、注意点として今回タレに日本酒、料理酒を入れて加熱をしていないのでアルコール分が含まれています。そのため、20歳以下の方だったりとか、この食べた後に車を運転する予定がある場合とか、そういった方はねちょっと注意をしてください。でもしそれが嫌な場合はタレを全部一回煮詰めてね、日本酒のアルコール分飛ばしてからね混ぜ合わせてもらったらいいかなと思います。あとはアルコールの味が嫌いな人ですね。私も基本的にお酒とか得意じゃなくてアルコールの味苦手なんですけど、今回アルコール分がそのままでしたけど、そんな食べててねアルコールを感じることはなくて、すごい食べやすい味だったので全然気になりませんでしたけど、これはねちょっと個人的な感想になりますので、人によっては苦手な方おられましたら、そういう方も一回煮詰めてねアルコール分飛ばした方が確実ですね。はい、じゃあこんな感じで今回はマグロユッケ作ってみました。普段からねこんな感じで雑にゆるい料理の動画やお菓子の動画を、投稿しておりますので、もし興味を持っていただいた方おられましたらね、他の動画も見ていただけるとね嬉しいです。というわけで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。